こんにちは、日本語クラスです。今日は私が親に注意された汚い日本語についてお話しします。はい、汚い日本語、そして私が使っていたんだけど、昔は使っていたけど、今はもう使っていないというちょっと汚いというかちょっと品がないというか、はい、あまり素敵じゃないなと自分で思って使わなくなった言葉について紹介したいと思います。はい、大きく3つあります。はい、じゃあテーマに入る前に、私にとっての言葉は、自分の言葉は日本語ですが、今聞いてくださっているあなたにとっての自分の言葉というのは国の言葉だと思います。はい、どうですか？自分のあなたの言葉どうですか？うーんもし小さな子供があなたにいて、あなたが育てているとしたら、子供はあなたの言葉をよく聞いていますね。そしてあなたが話した通りに覚えます。はい、もうコピーです。コピー。はい、大丈夫ですか？できそうですか？できそうというか、子供はもうやめてコピーしないでと思ってももうコピーしちゃいますよね、自然にね。それ大丈夫そうですか皆さん？それは、私の質問は、あなたの国の自分の言葉、いつも使っている言葉は綺麗ですか？子供が同じように話しても何も問題ないですか？それでいいですか？そのままどんどん大きくなって大人になっていって大丈夫ですか？という質問です。はい、どうでしょうか？えーこれは私にとっても難しいことですよ。はい。私は仕事で日本語を教える仕事をたまたま偶然やっていますが、生活になったらやっぱりちょっと授業の時の話し方とは変わります。はい。授業の時はとても注意して話しています。はい。あの本当に学生さんみんな私の話よく聞きますから、私が変な風に話してしまうと、そのまま真面目な人ほどコピーします。はい、しっかり覚えてそのまま言います。だから今はもう私は随分と慣れましたが、この日本語を教える仕事を始めた時は本当にもう話す時、自分の口から言葉を出す時にすごく頭でいっぱい考えました。はい、実は今こうやって YouTube のために話している、ポッドキャストの時はできるだけ逆にですね、自然に、あんまりこう例えば N2 の学生のためとか N3 の学生のためとか、こうギュッと語彙を少なくしたりとか文法を難しくしないように話そうというのをできるだけしないようにはしているんですが、ただそれでもやっぱりゆっくりは話してます。このポッドキャストの時も今もです。はい、実際の時の方がやっぱり話すスピードはもっと速いし、まずそこが一番大きいと思います。はい。あと本当に話している時、授業じゃない時だともっともっととかとかとかもっと言います。考えながらやっぱり人というのは話しますので、はい。ただ授業の時はできるだけそれを少なくと思ってます。ポッドキャストの時はね、私結構とか言ってるんですね。それはちょっとあえて自然にするために、あまりそこは注意しすぎないで言ってるんですが、本当に目の前に学生さんがいて顔が見えるという時はもうできるだけ変な
とかとかとか言わないようにしてます。はい。そうだからそれ一つをとっても言葉なんですね。とかとかそれももう言葉なんです。知らない人にとってはなんか考える時にって言うんだなとかってやっぱり思うから、すごくできる学生さんほどそういうのも早く真似します。はい。彼らも本に書いてないのにって言ったりします。はい。できる人ほどね。だからうわ怖いなってちょっと思う時もあるんですよ。そう気をつけなきゃってね。そうだからどうでしょう皆さん、子供いたら、はい、あなたのその言葉をそのままコピーされます。 OK ですか？これ私今まだいいと思うんです。この年齢になって、そして日本語を教える仕事をして言葉が昔よりは綺麗になったと思うんです。ですが皆さんも同じだと思うんですけど、学生の時どうでした？学生の時っていろんな友達がいますよね。そして仕事じゃないからもう自由に話していいし、誰と話すのも自由だし、どういう言葉を使ってもいいし、もう何でも自由ですよね。そうなると自由は楽しいんですが危険ですよね。これ私の場合は多分皆さんも同じだと思いますが、私はですね特に高校生の時に、結構いろんな言葉を覚えました。はい。言葉というか話し方ですね。はい。で、その話し方が汚いというふうに特に私のお母さんから高校生の時注意されました。もう高校入ってすぐ。はい。つい最近この母のことをポッドキャストでお話ししました。私にとって敬語はお母さんの電話から覚えたという話をしましたよね。ぜひまだ聞いてない人ぜひ聞いてみてください。リンクをじゃあ今日のディスクリプション説明のところに書いておきますね。ですので母はすごく言葉の使い方が丁寧、綺麗です。はい。もしかすると普通の日本人より綺麗です。はい。ですので私が高校生になった時に急にもう言葉の使い方がまるで男の子みたいになった時があるんですね。それは自分で考えたんじゃないです。もちろん周りの友達の影響です。はい。高校はまた中学校とは違う友達ができますね。違う場所に行きますので、いろんな場所から来た友達ができる。そしてもう楽しい。もうとにかく毎日楽しい。はい。ですので高校生ね、楽しいですよね。楽しかったでしょ皆さん。その時ですねできた友達たちが使っていた言葉に大きく影響を受けました。やっぱり友達なので同じように話したい、同じレベルになりたいと言いますか、はい、という心がそうなりますよね。だから友達がそういう言葉を使ってたら自分も使った方が仲間、同じグループだというイメージになるので、やっぱり同じように話すようになります。はい。だからね、周りにいる人はとても大事だと言うんですよね。はい。じゃあどんな言葉を使って私は親に、特に母に怒られたかというのをじゃあ紹介しましょう。まずもうこれは一番怒られました。はい、これです。じゃあねっていうのです。はい。今日はポッドキャストなんですが、今だけちょっとよかったらスクリーン見てください。何々じゃねっていうのです。じゃねじゃなくてじゃねなんですね。これ聞いたことありますか？うん。これ意味は何々じゃない、何々じゃない、そうでしょっていう意味です。はい。だから、綺麗に話すんだったら何々じゃない、うん。例えば、明日は雨
かもしれませんっていう時に、それを話す時、友達家族に普通に話すんだったら、明日は雨じゃない、雨じゃないじゃない、上がれ、こう最後が上がれば雨じゃないですか、多分雨ですよねの意味になる。でもこれ、高校生の時の私は、雨じゃね、明日雨じゃねと言ってた。明日雨じゃね雨じゃねじゃなくて雨じゃね、どんどんこう上がっていくんですけど、あのわかりますこれは男の子が使いやすい日本語なんですね。何々じゃねっていうの。はい。だからこれを私が家に帰ってきて母にも使う。うん。もう母びっくりしたみたいで、びっくりした後に怒ってました。はい。で、例えばこのじゃねの使い方、例えばこういうのがある。無理じゃね、やばくね、ありえなくね全部ねねねはい、ちょっと一つずつ説明すると、無理じゃねっていうのは、まあこう字で見たら分かりますよね。書いてあるの見たら分かる。無理じゃないですか、それは無理じゃないですか。うん、無理っていうのはな形容詞だから、無理じゃないですか、じゃあだからじゃあが残るんですね。無理じゃね。でもやばくねっていうのは、これはやばじゃねじゃなくて、やばいっていうのはいい形容詞ですね。やばいっていうの皆さん知ってますね。危ない、良くない、うまくいかないとか、そういう意味ですよね。危険だとか、そういう意味。でも反対にこれはとっても素晴らしいっていう意味の時も使うんですよね。うん、若者言葉ですね。でそれを、いい形容詞の時はやばくないですか、くないですか、内形になるときはくこんにちはだから、ここはくになる。うん、だからそれにねだけつけてやばくねって言うんですね。でそれってやばくね、はい、いやいやいや、あなたがやばくねえかっていうやばいのはあなただっていうことを今言いたいですけどね。でもこれを言ってました、話してましたよ、高校生の時。やばくね、明日試験なんだけど全然勉強してない、マジでやばくねという言い方ですね。はい、やばいねってね。うん。でもう一個もよく使ってましたよ。ありえなくねって。ありえなくね、これはどうですか、わかります皆さん。ありえないですよねってこと。ありえないっていうのは、それが本当になることがない、起きない、そのことは起きない、パスビリティ、起きるパスビリティが低い、可能性が低いっていうこと。ありえなくね。うん。いや使ってましたねこれ。うん、ありえなくね。うん。特にこう若い高校生とかは、これありえなくねっていうの、信じられないよねこの話っていうようなイメージでも使います。うん。そう、なんか明日の試験100ページあるらしいんだけど、マジでありえなくね、あの先生何考えてんだろうねっていうこと。はい、無理だね、ありえないね、できないねっていう意味です。はい、そうね、ありえないもこれいい形容詞だから、だからくですね。ありえなくねってね。これありえなくねじゃなくて、ありえなくねってこうねって切る、ここで切る、音を切るっていうのがちょっとかっこよく聞こえるんですね。その高校生の私たちには。はい、だからこう切って発音していた。でそうすると切れば切るほど男っぽい日本語に聞こえるんですね。うん、なんかこう長くなると「何々じゃない?」とか無理じゃね?」って言うとちょっと女っぽくなるんですけど、ここでバシッと切る「ね」で切るとすごくこう男っぽいイメージになるので、それを使ってたから私は怒られましたね。母に怒られた。もう無理じゃねって言ったら、何が無理じゃねなの、あなたどういう日本語使ってるの、どういう友達と学校で遊んでるのって怒られましたそうですね。母の気持ちは分かります。はい。あの時はもううるさいなと思ったけど、
まあ今は分かります。これやっぱり汚い。本当に。はい。無理じゃねってね。こんな日本語使ってた私、無理じゃねって思います。はい。ありえなくねってね。もう一回高校生やり直した方がよくねって思います。はい。まあ、だから皆さんもね、今ね真似するのはいいです。今って言ってみよう、よしよしってね、無理じゃねってね、いいんですよ、いいんだけど実際使うのはやめた方がいい。でも使ってる人は今でももちろんいます。はい、もちろんこれのネイティブスピーカーはもちろん今日本にたくさんいますよ。そうだけど、女の子も使ってる女の子いますいます。いや若い子の方が多いと思いますけどね。だけどやっぱりあんまり綺麗ではないのでおすすめはしないです。はい。そして日本語を勉強してる女の人ね、やっぱり日本人の男の人は綺麗な日本語を使う、綺麗な言葉を使う女の子が好きですっていうのはよく今でも、まあ、昔からよく言うことなので、皆さんは女の人は特にあんまり汚い日本語は使わない方が人気が出ますよ。ね、そうでね、まあこれとあともう一つは私が小学生とかの時ですねによく自分でも使ってたし周りの友達もよく使っていた言葉があります。でももう今は私は気持ち悪くて使えないっていうのを2つ紹介しますね。それがまずこれ。うちはうちはね、この後ピアノのレッスンに行くんだっていうの。うちっていうの。うちらっていうのは、うちらさ今日学校終わったら一緒にさデパート行かないっていう、うちらっていうの。はい。まあ知ってる人多いと思います。そうこれうちっていうのは私はの意味なんですね。そうで、うちらっていうのは複数何人もって意味だから私たちはっていう意味です。はい。でこれね、全然音違うじゃん、ね、うちと私って全然音が違うのになんでって思うと思うんですけど、これは漢字のうち、中、インサイドの意味です。でこれは実は日本語の歴史と少し関係があって、中にいる、うちの関係、外の関係。はい。家族には敬語使わないけど外の人には敬語使うっていうのありますよね。中の人、外の人っていうので、うちっていうのは中だから自分、中の人っていうイメージで、この漢字で書くとうちなんですけど、でも使ってるこの私って意味で使ってるのはカタカナで書くんですね。ひらがなでもね書かない、なんか変。やっぱりカタカナで書く、うちはって。でこれが何ですかね、どうしてか私が小学生の時にすごく流行してみんな使ってた。でも3年生ぐらいかな、10歳ぐらいですかね、私が10歳ぐらいの時、多分なんですけど漫画とかアニメの影響です。はい。その中でその出てくる人が使ってるから子供たちが真似をし始めて、で一人がやるとまたもう一人やって、で他の友達にもどんどん広がっていくんですよね。なんかね、でね、なんでしょうね、小学生の時もそうだし高校生の時もそうなんですけど、なんか使ってみたいんですよね、こういう言葉を。そう多分あの自分とは何かっていう、アイデンティティと何か関係あるような気がするんですね。私はこの言葉を使うと他の人と違うとか、または親とは違うんだ、親は使ってないけど私たち友達グループはみんな使ってるから私たちはこっちのグループなんだよ、お母さんたちとは違うグループなのっていうのを表現したいのかもしれないですよね。なんかね面白い。でもう今はもう気持ち悪くて使いたくないです。はい。もうバカじゃないって思います本当に。で時々これまだ使ってる人います。私の年齢ぐらいでも自分のことをうちはっていう人いるんですけど、へえ、働いてますかって社会の経験ありますかってちょっと思っちゃいます。はい。だから皆さん本当使わない方がいいですよ。
でこれ使うのは主に女の人ですからね。男の人使ったらもう全然ダメですね。使わない使わない。はい。でもう一個はこれもう今私使わない。あたしっていうのです。自分のことをあたしって、私なんですかね、私明日遊びに行くんだ、一緒に行く、あたしもこれ意味は私のことです。私。はい。あーとわーの違い。これはね、わからないでもないんですね。やっぱりわーって口を大きく開かないとわーの音出にくいんだけど、あーってちょっとだけ口を下げれば簡単に出るので言いやすいんですね。あたし、私。はい。だからこれもちょっとそういう言葉の歴史とか、あと方言とかにも関係があるんですけど、これも小学生の時に使ってました。やっぱりこれはね、アニメだと思う。私漫画読んでた漫画でもこれ「私は」って書いてあった。覚えてます。そうだから、私も使ってみたい、私もこの言葉使おうって思って「私は」って使ってました。で友達に手紙を書くっていう文化があったんですね。今みたいにスマートフォンなんてないですから、友達に手紙を毎日書いてまた交換するっていうのがあったけど、その時にも「私」じゃなくて「私は」って書いてましたね。だった。はい。今はもちろん使わないです。はい。そして今使ったらとっても自分がバカになったみたいな気がします。はい。だから使わない。はい。ですので皆さんも使わない方がいいです。多分。ただ私はですね、これ結構本当にこれも今も使ってる人います。というかうちはっていうのも今も使ってる人いるし、私も使ってる人もたくさんいます、日本に。はい。私はね、特に年齢が高い人も使ってますね。はい。でそれは方言とかそういう問題もあるかもしれないんですけど、あの日本語を勉強している皆さんにはこれはうちも私もどっちもおすすめしません。はい。で私っていうのはこれもし使うとしたら女の人だけですよ。男の人使わない。はい。あのよく日本人でも言うのが、外国の人の方が綺麗な日本語を話しているって言うんですね。それ本当なんです。本当に皆さんの方がちゃんと言葉を勉強して綺麗な日本語をインプットして覚えてるから言葉が綺麗なんです。はい。そのままでいいですよ。変わらないでくださいね。そうあのなんだろこうやってポッドキャストでいろいろ聞くのはいいんだけど、綺麗な言葉をぜひインプットしてくださいね。で汚い言葉を知っていることはいいんだけど、自分でアウトプットはしなくていいですよ。大丈夫。はい。で男の人で俺っていうのを頑張って言おうとしている外国の人がいるんですけど、自分のこと男の人がね、俺はなんとかで、私の意味ですよね。あれも無理しない方がいいです。外国語として日本語を勉強しているとっても上手でも、例えばもう N1 とか持っている人でも私のままでいいと思います。はい。俺はって言わなくても平気ですよ。なんかやっぱり日本人には俺というイメージがあります。で無理に使わなくていいです。はい。私はで十分です。大丈夫です。かっこいいですよ。男の人が私って言うとすごく社会でこの人は生きている社会的な人だなっていう風に感じられます。頭がいい人とも感じられるので、男の人は私のままでいいですよ。あとは僕でもいいです。僕も結構、悪くない。はい。僕はだけど僕は会社では使えないですよね。そうで会社では私になるから、みんな私だから、男の人も女の人も自分のことは私はでいいんです。私は大丈夫です。そのままでいいんですよ。使ってください。綺麗ですよ。全然変じゃないですからね。はい。ただやっぱり誰でもみんな学生の時は
といろんな言葉を使いたかったし、いろいろ影響を受けたと思います。はい、ぜひちょっと思い出してみてください。はい、えね、でもそれでも会社に入る、社会に出ると綺麗な正しい日本語を使わないと、この人頭悪いバカですかって思われちゃうから、綺麗に使っているってことですね。自分の言葉というのもちょっと今どんな言葉使ってるかな、私は大丈夫かなってちょっと自分のことを見てみてください。はい、いいきっかけになったら嬉しいです。はい、言葉は洋服と同じですからね。そう、どんな洋服をあなたは自分で着せてますかっていうことです。この言葉の洋服は無料です。ただです。はい、だから自分で選べますからね。そう、ちょっと考えてみてください。スーツを着ているかっこいいのか、ただの全然洗濯してない汚い T シャツを着てるのか、どうですかね。考えてみましょう。はい、どっちがいいってわけじゃないんですけどね。そう、じゃあ、もし言葉にね、皆さんきっと興味があると思いますので、私の YouTube でもいろいろ聞いてみてください。日本人というのは痴漢に対しても敬語で話すとか、夫婦の喧嘩の時も敬語を日本人は使う。なんでデスマスで喧嘩するの、ちょっとあなた何やってるんですかって、ね、なんで敬語を使うとかね、なんでっていうのをこう見ると分かりますので、はい。あとはもっともっと綺麗にニュースで日本語勉強したいとかね、できますよ。 YouTube でできますよ。私の YouTube 見てみてください。あとは JLPT の勉強してる人、JLPT の読解 N2、N1、あとは文字語彙、文法、漢字とか、私のオンラインレッスンの中で勉強できますので、このリンク下のディスクリプション、リンクのところから見てみてください。